ぶっ飛びワールド全開、スーパードンキーコング GB 実況後編始まるよ。というわけで今回はドンキーコング GB の後編です。前半パートの動画も上がっているのでよかったらそっちから見ていってね。それでは前回の続き、まずはワールド3スピナーの洞窟から。前回は散々このドンキーのイカれた世界観を解説していったけど、まずはこのゲームのストーリーの始まり、プロローグ的なものを今更紹介していくわ。この物語はクランキーとドンキーの会話から始まります。前回の冒険はお前たちにしては上出来じゃった。あの綺麗な絵と最新のサウンドがあれば黙っていても子供たちにはウケるはずじゃが。うるさいじいさんだな。それだけでウケてたわけじゃないぜ。やっぱりゲームが面白かったからみんな遊んでくれたんだよ。な、ビビー？そうだよ、オイラたちの冒険に色数や画面の綺麗さなんて関係ない。ほう、それではまたキングクルールに行ってバナナをカッさせようかの。こんな感じで冒険が。いやさすがにメタ発言が過ぎるだろ。とりあえずこのゲーム、始まる前からバグっているのがよくわかったわ。一つわかったのは黒幕はクランキーコ。おっと誰か来たようだ。いや誰がどう見てもクランキーコングが黒でしょこれ。こんな感じでクランキーとキングクルールが裏で繋がっている世界線なのが、このスーパードンキーコング GB ってわけだ。レア社もここまでふざけていた時代があったのね。このメタっぽい発言はまさにレア社って感じだけどな。さて話をゲームに戻しましてこのスピナーの洞窟。結構な難易度となっております。はい。やられた瞬間にそれ言うのずるくない？ここから難所の連続というかほぼほぼ難しいステージで構成されているので、残機はありったけ増やしておきました。下のハートの表示は20個までだけど、残機自体はさらに増やせるので40機くらいは積んできています。だいぶ慎重な立ち回りね。ああ、何せ次のステージは、前回の動画のコメントでも積んだとの声が多く、攻略記事なんかでもこのゲームで一番難しいと言われているステージだからな。あら、それは楽しみね。それでどんなステージなのかしら？前半パート最後に攻略したリフトアタックってステージがあったろ？狭い足場でハートのブロックがあるあのステージね。あれの強化版というか、さらにリフトに癖が追加されている難所だな。さあ、マジのガチで気合を入れていってみよ。次ステージ、空中迷路。あ、ここではドンキーとディディが入れ替わってますけどお気になさらず、調整です。いや調整ってか大した見どころもなさて、最難関の空中迷路、ここではリフトの方向を自分で操っていきます。おい素直に認めろや。壁にぶつかるかジャンプをすると時計回りにリフトの進む方向が変わります。こんな感じでね。よっぽど難しい仕掛けがあるかと思ったら案外シンプルなシステムじゃない？これ本当にみんなが積んだステージなん？なぜだか急に煽り出してて草。確かに仕組みを聞くとシンプルではあるんだが、このクソ狭い足場で敵も倒しながらかつ進む方向のことも考えねばならんのだ。頭がこんがらがってわちゃわちゃしている間に落ちるのが関の山だぜ。とか言いつつ第1休憩ポイントまで到着だな。そしてセカンドステージ、ここではリフトがどういう風に動くのか、静止してじっくり観察するのが良いと思うぜ。なるほど、時計回りだからここは止まって見ていればいいわけね。もちろん幼少期はそんなことに気づくわけもなく、慌ててジャンプした結果、大量の猿のムクロを量産したわけだ。いいんだけどなんか言い方グロくない？そしてここ、憎きフライングピッグくんが進路を邪魔してくるせいで、ジャンプを何回もして方向転換しないと先には進めないぞ。ああこれは確かにうざったいわね。ただでさえ狭い足場でジャンプなんかしたくないのに、豚野郎にジャンプを強要させられるのがなんとも尺なんだよな。飛べる豚に親でも殺されたのかな？さて第2休憩地点。休憩とか言いつつ敵の配置がガチなの、笑えない。あんたが勝手に休憩地点とか言ってるだけだろ。なんだかこの構成、サスケのサードステージっぽいよな。確かに時間制限なくて途中休憩できるとこあるけど、クリフハンガーじゃないんだわ。さて第3エリアまで来ました。ここでは左の壁にリフトがぶつかった瞬間。ここでジャンプ。これで進路を右に向けない限りアップね。この豚野郎、画面外から来るにしたってもう少し余裕持たせろや。お前ハンドル握ったら性格変わるタイプだろ。ここは足場があんまり見えないけど勇気を持って右にジャンプ。まだまだ続きますよ。顔文字で煽ってくるのやめれ。さて次の難所、これは完全に初見殺しエリアでして。
この微妙に見えるバナナを頼りに真ん中のラインを通らないと、吸収してくる蜂に刺されまくっちゃうってわけだ。これはひどい。こればっかりはこのステージで積むというのも納得だわね。しかもめちゃくちゃステージ長いし。今プレイしていても、子供にやらせちゃいけない難易度だと思っている。当時多分お父さんやお母さんに頼んだとしても、ギミックは分かってもアクションが追いつかずゲームオーバーだろうな。いやそこは父母のゲームスキルによるでしょ。子供ならこの級に現れるフライングピップ君にも対応できるだろうが、大人ではこれに対応できる反射神経は持ち合わせていない。じゃああんたはどうやってこれに対応してんのさ？どうやってってそりゃおめえ。ステージ丸暗記するまでやりまくるしかねえだろうが。しっかりと大人らしい対応しててわろた。さて、ここからは敵がジンガーに変わってきてよりいやらしくなってきます。ここではすぐに方向を変えないとジンガーにぶち当たります。これも涙ぐましいロケハンの成果なのよね。あ、やっべ進路間違えた。こっちはアイテムがあるだけで正解は上方向だったんだ。やばすぎ被弾した上にリフトはジンガーの近くで止まっている。ここはなんとか方向転換って思って。こんな感じで焦ってはいけませんよ。おいなんだよこれ。どうやら悪い夢を見ていたようだ。急に怖い感じにするのやめろや。ただでさえトラウマステージなんだから。新たにトラウマ植え付けてどうするんだよ。もう絶対にミスしないようにと戒めの意味も込めまして。さっきの分岐ルート、今度は間違えずに上のルートを狙って。ここでジャンプ。こんなシビアな操作を要求するってマジか。多分これ以外先に進める方法ないんじゃないかな。そしてこの分岐ルート。ここは一番面倒な操作を要求される右へ。このステージはまとまってコンブパネルが落ちているのね。もちろん集めている余裕なんかないぜ。ここは下のラインをうまく通れれば、蜂を刺激することなくそーっと通れます。ラスト G パネル。もうゴールは近いか？これ以上は精神が持たないよー。最後はここもギリギリしたラインを通っていけば。ラストジャンプ。やったー。お、最後にボーナス面でも用意されているのかな？と、思ったらそこにあるのはコンブトークンのみ。最後の最後まで鬼畜な一面を見せた空中迷路。お前が優勝だ。このゲーム最大の難所を突破したわね。それじゃあ次のステージもサクッとクリアしちゃいましょ。皆さん見てくださいこの足場の多さ。自由に走り回れる気持ちよさ。もう足元の矢印を気にすることなく好きに走っていいんだわーい。コーナーや敵も勢いで踏んづけていってもやられる気がしないわ。あれ？このゲームこんなに楽なゲームだったっけ？おーっとクラッシャ君、今は気分がいいんだから邪魔をするんじゃないよ。完全に水を得た魚ではロタ。まあ水を得た魚というか地面を掴んだドンキーという勢いに任せてクソつまんないこと言ってんじゃねえよ。おー、エクスプレッソ君オスすぐお別れなのが悲しいね。マジでその調子の乗り方、もはや死亡フラグでしかないんだが。大丈夫。ゾーンに入った時ってのは勢いのままにどんどん進んでいくのが正解なわけ。ほら、学校の長距離走とかでも急に体が軽くなって。あ、これ無限に走れるなって時があるでしょ？あ、やっべ。あの気持ちよさは辛いところを抜けた先にあるわけよ。今はまさにその状態。つまり空中迷路を抜けた私は今絶賛ゾーン中ってわけ。こんな最高な状態の時に、被弾なんてありえないんだよな。盛大なフラグ回収ご苦労さん。最初に言った通り、ここから先は難しいステージしかないんだから、丁寧なプレイを心がけるように。レイムさん、返事は？いやクラッシャなんで TNT タル持ってんのに爆発しねえんだよ。やっぱりお前運転すると人変わるタイプだろ。はい、そろそろふざけるのも大概にして、真面目に攻略していくんだぜ。ここは敵の数が多くて実は侮れないステージ。冷静に進めばこんなもんよ。ほぼほぼ最後のなんでもない道だけで手柄取られたみたいになって悔しい。さてお次のステージは、この BGM。トラウマが蘇っているところ悪いんだが、ここはリフトはなく、この消える雲がメインのステージだぜ。そしてここではエクスプレッソ君が味方をしてくれるので、正規の大ジャンプで一気にステージを駆け抜けていく。なにこれチートじゃん。足場乗り継いでいくはずなのに空飛んでゴリ押しとか。スーパーマリオもドン引きですわ。
あそこにエクスプレッソを配置したレア車が悪い。公式が用意した乗り物がそこにある。あれこれやばくね？足場ないんじゃ？エクスプレッソのことを乗り物扱いした罰が当たったわね。バレたか。結局自力で足場を使って進んでいく始末。まあでもこのステージは、他の空中系のステージに比べたら全然簡単な方なんだけどね。ぶっちゃけ、一つ目のリフトアタックや、二つ目の空中迷路の方が全然難しかったから、なぜこのステージがワールド3の最終ステージなのか、これがわからない。シンプルにレア車の自費とはなぜ考えられない？この後はボス戦もあるからせめて最後くらいは優しいステージを。お前はレア車の回しもんかなんかかよ。まあ各言う私はレア車の大ファンなんですけどね、いつもありがとうございます。いや、そこは急にこび出したなキモ、とか突っ込んでくれないと。その手には乗らないわよ。というわけでついにやってきましたワールド3ボス。こいつはモグラ叩き的な要領で頭をうまく踏んでいけばまあ OK です。急に解説雑すぎない？前のパートでも言ったけどこのゲーム、ボスが全体的に弱すぎるんだよな。だからまあこいつはワニワニパニックみたいな感じで頭を踏めばいつか死にます。いやもうちょっと細かい攻略法もあるでしょ。ヘルメット取った時に叩くとか。だんだんスピードが上がってきてすぐ下に潜るようになると。はいこれにてボスのハードハットくん撃破、ワールド4行ってみましょ。本当に弱すぎ笑えない。ついに来ました最終ワールド4、ドンキーらしからぬ都市ステージを攻略していく。なんだこれ？もはやマンションみたいな背景になっているけど。人の食べ物のうまさを覚えてしまった猿が、人里に降りて。やめえやジディは害獣じゃねえ。てか、むしろ害獣はクルール軍団でしょ。二足歩行するワニやら巨大アルマジロやら。それは正論すぎる。さてさてこのステージ。高層マンションの間を頼りない風船に乗って渡っていくステージです。確かにこの風船は頼りなさすぎる。ようやっと鬼畜な空中ステージを抜けたと思ったらまたこういうのですか。まあほとんどこのゲームの難しさって雪面だったり空中面だったりの、足場不安定イコール即死によるものだったりするからな。稚拙な表現だけど確かに言えているわね。基本的にワールド4はこういう足場不安定なステージが続くわけ？ワールドマップの雰囲気からしてそうでしょう。高層マンションから挙句の果てには飛行船まで登場してきますよ。相変わらずぶっ飛んでいるな。壊れるな。しかもなぜかその飛行船には、ご丁寧に DK マークまでついているという親切っぷり。クランキーが黒幕ってかもはやパトロン説まで出てきたわね。なんならクランキーは莫大な資産家で、キングクルールすら金で雇われている可能性もビレゾン。微粒子レベルじゃなくて可能性大ありだわよ。さてさて、ここはボーナスエリアに癒され。なんでダイナミック自殺してんのよ。当たり前だろ、やっとこさ抜けてもう一生乗らないと思っていた。トラウマリフトがまた現れたんだから。大体あのリフト出しちゃったらボーナスステージどころか不要ステージじゃねえかど。いや、もはや怒り浸透しすぎて下の枠に収まってないから。失敬、あまりに嫌すぎて我を失っていました。お前そんなんばっかだな。気を取り直して飛行船ステージ、ここは唯一の面白ギミックが見れますぞ。面白ギミック？ここでは今までセーブ機能を担っていたコングパネルを集めて、なんと足場として使っていくんだぜ。ああそういえばこんなステージあったわね。いかにもメタ思考が強いレア車ならではのギミックだわね。こんなん思いついても絶対採用されないと思うよな。これが許されるレア車さん、相当風通しがいい会社なんだろうな。コングパネルって他の使い方があってもいいと思うんすよね。ほう、例えば、足場にしちゃうとか？それはおもろいな、採用。こんな感じの企画会議があると思うとワクワクする。そんなライトな企画会議ねえよ。いや、イギリスのゲーム制作会社だからな。案外こんなノリで決まっているかもわからんぜ。それに振り回されるゲーム開発チームの影の努力も忘れないでほしいわね。足場っすか？面白そうっすね。ちょこっと手奥は。だからそのなりきりやめろって。はい、話をゲームに戻しまして。先ほどのコングパネル、取るのが若干難儀だったので、N と G のパネルをスルーしました。あかんやん、先進めなくて積むんじゃ？
そう、ここでは当然パネルは出ないんだが。なんと最大ジャンプでゴリ押しが可能です。いや、すごいんだけどさ。さっきの後輩やら開発チームの方々に謝っておきなさいよ。みんな楽しそうにゲーム作ってたのにゴリ押しで回避するなんて。まああれは私の妄想だからあんまり気にするなよ。お前マジでやりたい放題だな。そんなこんなでこのステージもクリア。どんなこんなや。次のステージは工事現場、ワールド4の中では簡単な方かな。地味にこのゲームオリジナルのかなりかっこいい BGM が使われていますね。それは確かに。なんかこの BGM 聞き馴染みがあると思ったら、なんとなくロックマンシリーズの BGM に聞こえてこない？確かに聞こえなくもないな。ビートのドッタドットタってのがドンキーっぽくないし。どちらかというとロックマンみたいなんだよな。さてここは猿の曲乗りよろしくドラム缶に乗って進んでいくぜ。ちょくちょく猿いじりするのは何なの？そういえばこの曲のリアクション。ドンキーシリーズではおなじみだけど登場機会はそこまで多くないわよね。シンプルすぎるからじゃなかろうか？ドラム缶の上に乗って進んで無双、それ以上でも以下でもないからだよね。確かに真っ当な答えだけどなんでそんなブチギレてるん？数少ない曲のリアクションだ。ここでもしっかりかましていこうぞ。こんな感じで楽させてもろて。アッポーナスバレル。欲に忠実すぎた猿の末路って感じね。このゲームさ、ゲームボーイで容量がないから仕方ないとはいえ。さすがに死んだ時無音になってすぐステージ選択画面に行くの、寂しくない？それは確かに。もう少しやられましたよって感じの効果音とかあると派手に死んだ感が出るんだが。なんやねん派手に死んだ感って。別に爆殺したわけでもあるまいし。さあ次のステージは間違いなく難易度 G クラス。雪山ではないけど連続たる大砲で確実に命を刈り取りに来ているステージです。出たな連続たる大砲。と、その前にコングトークンの残機アップゲームでもしていこうか。ここで今日の運勢でも占っていきましょう。全然取れてないじゃん。結果、19分の4、ゴミ、ガス、今日の運勢は大凶。急に自傷行為始めてて笑った。まああのボーナスは難しいから仕方ないよ。多分私がやってもあんなもんだったよ。いや、むしろ4機も残機アップできてここは良かったんじゃないか？だからあんまり引きずりすぎないで、ね。うるせえな今たる大砲に集中してんだよお前情緒どうなってんねん。個人的にはこの回るタルは結構鬼畜だと思っております。しかも無駄にスピードが速いんだなこれが。もはやタルが荒ぶっちゃってるわね。ここの中間まで来ればもう一息。先は相変わらず見えないけどバナナを信じて突き進みましょう。あと少し。もちろん最高難易度 G とはこの先のことであります。冷静に冷静に。うらー。もはやこのくだりはこのチャンネルのお家芸になってきたわね。今のは視聴者の皆様も気づいていたんではなかろうか。必死にプレイしているのに下りとはこれいかに。皆様どうか温かいコメントをよろしくお願いいたします。よしあとはこの先の飛んでる豚ゾーンを越えれば。ここも地味だけど激ヤバポイントです。やったー。これで難所突破だわね。よしよし、これでタル大砲とはおさらばですわ。さてさてお次は高層マンションに戻ってきて。今度は動くロープがメインのステージとなっております。動くロープ？この一見何の変哲もないロープですが、上下に強制的に動く仕様になっているんですね。なるほど。なんだか終盤ステージにしては仕掛けが地味ね。それに関しては100で同意なので、ここは倍速でお送りします。ドンキーの終盤ステージといえば、1の最後のステップとか2のドクドクタワーとか、仕掛けもやばいし難易度も高めのトラウマステージが多めよね。
あとは3の逆さまパイプラインとかな。ああ、それもあったわね。1の最後のステップとかは足場も少なくて鬼畜ステージの代表みたいな感じだが、明らかにこの GB 版の空中迷路の方が難しいんだよな。あくまで個人的な感想のレベルですけどね。いやでも私もそれは思っていたわよ。なんでこんな鬼畜難易度になってしまったのか。これがわからない。まあ大体ゲームボーイに移植されると、オリジナルより難しくなるってのは古より伝わるあるあるだからな。それこそ以前プレイしたカービィとかね。あとさっき一瞬出てきたけどロックマンの GB シリーズ。ロックマンワールドとかも難易度上がっているってので有名よね。あれは画面に対してロックマンがでかすぎたんだよ。それでもゲームボーイは名作がめちゃくちゃ多いから、皆様リクエストなどありましたらどしどしコメント欄に書いていってください。もちろんスーファミやプレイステーションなんかも募集しております。そんな感じでここのステージもクリア。残りのステージはあと3つ、バチッと決めてやりましょ。さて次のステージはボタンバレル。ボタンを押して樽の向きを変えて進めば OK なイージーステージです。こんな感じでこのかまぼこを押していけばいいわけです。いやかまぼこって。まあ確かに見えなくもないけどさ。ここは2回押し。これでブワワワーンとコングトークンを取ってショートカットできます。まあもうこの後コングトークン使う機会ないんですけどね実際。そしてここは、明らかに下に1個あるバナナが気になるから行ってみましょうかね。なんだこの画面、暗いし見にくい。いや仕様なんだからしょうがないでしょ。てか普通にゲームボーイでプレイしてたら全部白黒なんだからね。色がついてるだけスーパーゲームボーイに感謝しなさいよ。まあ確かにそれは一理あるな。なんだこの画面暗いし見にくい。反省の色なしかよこいつ。そろそろいい加減しょうもないくだりは終わりにしませんか？次で通常のステージラストなんですよ。それもそうだな、最後くらいちゃんとプレイで見せようではないか。というわけで最終通常面、ステージ名はオイル缶スラム。オイル缶？なんだか記憶にあるようなないような。おそらくみんなのイメージに残っているのは、スーファミ版ドンキーコングのオイル工場じゃないか？ああそうそうこれこれ。もちろんここでも同じようなオイル缶が出てくるんだけど、やっぱりこちらは GB 版、一筋縄ではいかないんだよな。ほう、どんな仕掛けがあるんだい？このオイル缶、ものによっては火が出たり引っ込んだりしているんだが、スーファミ版に比べて圧倒的に火が引っ込んでいる時間が短いんだよな。体感では一瞬火が消えるくらいなもんでまたすぐに燃え盛ってしまう。これのせいでオイル缶の上を移動するときは相当シビアな操作が求められるってわけよ。この先のオイル缶に注目してくれ。はい消えた。と思ったらすぐついた。こんな感じで、意味わかんないくらい点火が早いんです。確かにこれは早すぎる。スーファミ版でこのオイル缶に苦戦した記憶はあまりないから。多分とんでもなく強化されてるんだろうな。強化されているどころの騒ぎじゃないぜ。最初これ見たとき、いけるタイミング、なくね？ってなったもん。そしてここのジンガー。上から強行突破を試みるも、当然のように被弾。そしてもう一度チャレンジしてみるもまたも被弾。これってもしかして下をくぐるのが正解ルート？今回は無敵時間を使ってゴリ押ししたけど、これの正規ルートわかる方、コメントで教えてください。そして一難去ってまた一難。このタイミングだともう遅いかも。やっぱりね。さすがにシビアすぎて草。はい同じところリトライ。ダメこんなタイミングじゃ全然無理。もはや火が出てるくらいのところで行かないと。もう火破りにはなりたくないよ。なんとか突破できたからこのまま勢いで走り抜けたい。コングパネルもラストの G。もうゴールは近いか？おいクラッシャーこっちは刺して待ってんだよ邪魔すんな。よし、あとは最後のオイル缶。ここはマジのガチの全集中で。神様お願いです。あとはここだけなんです。いくばっかのご慈悲をばお。許されたー。
最後下半身思いっきり燃えていたけどね。さあそれじゃあラストボス戦行ってみようか。お相手はクランキーに買収されたキングギデイ。まだ説明している途中でしょうが。失礼な紹介しようとしたからさすがに怒ったんじゃないの？というわけでラスボスキングクルール。スーファミ版と違って大砲を撃ってくることもなし。シンプルに王冠を投げつけてくるんだが。いかんせん画面が狭すぎて超戦いづらいです。キングクルールも王冠もすぐ見切れるわね。そう、こいつの方を見て画面を寄せておかないと。全くの死角から急に王冠が飛んでくることになるぞ。そしてさらなる不意打ちは、急なジャンプ攻撃。これは数を数えて対応するしか方法がありません。その後何度もフライングプレスの餌食となり、いっぱいストックした残機もだんだんと減ってまいりました。連敗してデータは取れたのかしら？ああ、こいつはまず6回踏みつけるとフライングプレスモードに移行する。そしてフライングプレスモードでは自分の近くに来た時、変な効果音とともにジャンプするって感じだ。今その効果音の情報、いる？そしてある程度フライングプレスモードをすると見切りをつけて、もう一度王冠を投げつけてくる。そこからさらに7回頭を踏みつければ奴は倒れるらしい。7回？今までのボスに比べて圧倒的な耐久力ね。最後だしこれくらいはしてもらわないとな。さあ奴がフライングプレスモードに移行したぞ。ここはしっかりと下をくぐり抜けるんだ。そしてここでモードチェンジ。ウッパめちゃくちゃ速くなってる。ここでも相手の方向を見るのを忘れずに。王冠を大ジャンプで避けるとダッシュに当たるからそれも注意。いやマジでこのスピードで7回はエグいって。あと3回。だんだんとキングクルールのスピードに慣れてきたぜ。これで、終わりじゃー。唐突にエンディングが流れてきましたが、スーパードンキーコング GB これにてクリアです。クリアした感想ですが、めちゃくちゃ楽しませてもらいました。前半パートではぶっ飛んだ世界観に圧倒されまくりだったし、後半パートでは難所の連続でとってもクリアしがいがありましたね。ツッコミどころがとにかく多くてそこも楽しめたよな。この激ムズぶっ飛びワールドはぜひとも体感してほしいので、気になった方は実際にプレイしてみてほしいんだぜ。というわけで今回の動画はここまで。皆様チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それじゃあみんな、バイビー。